ナイスジャンプです。プリミティアプレイヤーエールです。今回はホッピングバイクを作ってみようと思います。バイクに乗ったまま自由にジャンプできるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは以前作ったトライアルバイクを呼び出したらジャンプできるように改造していきます。後輪を支えるスイングアームがモーターで折れ曲がるようにすることで地面を蹴ってジャンプしようというわけですね。ハンドルのトリガースイッチも右トリガーで高速走行、左トリガーで低速走行、両方のトリガーを引いたときはジャンプ用のモーターにコンデンサから電気が流れてジャンプできるようにしていきます。だいたいできたので地面に固定した状態でテストしてみましょう。ちゃんと思った通りどのトリガーを引くかによってそれぞれ違った動きができています。あとは実際に走ってちゃんとジャンプするかのチェックですね。いまいちです。ジャンプというより後輪が前に移動する変形っぽい動きになっています。それでも運が良ければ微妙にジャンプする動きをしていたのでもっとまともにジャンプするように改良していきましょう。後輪を支えるスイングアームの角度を変えることで地面を蹴り上げる角度が変わってさっきよりも飛ぶようになってきました。最初よりだいぶ動きが良くなりましたね。どうせならもっと高く飛べるようにさらに工夫しましょう。タイヤが動きすぎないようにゴムの塊のストッパーを追加してみます。これで動きを途中で止めることでもっとジャンプできるんじゃないでしょうか。早速試してみるとジャンプ力が落ちてしまいました。ストッパー分の重量があるのと動きが制限されるせいでジャンプ力が減ってしまったみたいです。それでも後輪が折れ曲がる角度が浅いおかげで走行中にジャンプしても壊れずに安定して移動することができました。そしてちょうどいい速度が出ていて運が良かった時はなかなかのジャンプを見せてくれます。それから何度もジャンプしているとおっとストッパーが壊れました。しかし気にせずジャンプすると結構安定して高くジャンプすることができるようになりました。ストッパーが壊れることで後輪と一緒に動くゴムの塊がうまくバランスをコントロールして安定したジャンプを実現できたみたいです。怪我の巧妙ですね。なので最初からストッパー部分を外しましょう。これでようやくホッピングバイクは完成です。その場でのジャンプもなかなかの高さですね。走りながらでのジャンプも後輪が怪しい動きをしますがうまくバランスが取れるおかげでちゃんと高く遠くに止めています。でもベアリングの機嫌が悪いときは後輪がぐねっと曲がったままになることもありました。カメラの位置を固定して旋回性能を見てみると車体がそれほど重くないおかげで結構クイックに旋回できています。左トリガーを引く低速モードだとさらに操作しやすいです。ジャンプも派手でいいですね。でもジャンプしまくっていると勝手に壊れることもあります。ベアリングが暴れているのか変な壊れ方ですね。ちなみに私の視点だとこんな感じです。両方のトリガーを引くとコンデンサの電力を消費してジャンプすることができます。そして B トリガーを引いて高速モードにした時の最高速度を測ってみるとだいたい秒速 14.1 メートルでした。それなりに速いですね。そして左トリガーを引いた時の低速モードでの最高速度は秒速 4.2 メートルくらいです。狙ってジャンプしたい時はちょうどいい速度かもしれません。ではせっかくなので三角コーンの間にゴムの棒をつけた
ハードルを作って飛び越えてみましょう。少し離れて助走をつけて。ナイスジャンプです。視点を変えて何度かジャンプしていますが、なかなかかっこよくていい感じです。でも運が悪いと、あちゃー壊れてしまいました。それでは最後はホッピングバイクに乗って行けるところまでツーリングに行きましょう。なんと今回カメラを追従させるのを忘れて画面外に進んでいってしまっています。これはこれで旅に出てる感があるのでよしとしましょう。どんどん遠くに行くと描画されるものが減っていって真っ白になってきました。そしてこの辺りでバッテリーが切れたのでツーリング終了です。それではカメラに映っていませんでしたが十分ツーリングは楽しめたのでスライムを召喚して燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたホッピングバーグさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー